はい、YouTube! 皆さんこんにちは。アニマルランドにようこそ。今回紹介するのはですね、ついに発売になりましたよ。こちらになります。じゃん！はーい。光ってんな。ね。まあ、光りますよね。はい。気を取り直していきます。せーの、じゃん！はい、こちらになります。前にも紹介しました杉野エンジニアリングの GRV4SWN というチェーンリングです。シングル用のチェーンリングね。これなんですけど、ついに発売になりました。はい、種類は今これ出したのが 34T で36、38、40、42 いっぱいあるでしょ。44、そして46、そしてって言ったのに48はい、というラインナップになります。前お送りした時に32って言っちゃってたんですけど、32間違いでした。はい、32はないです。クランクっていうか、この BCD がね110なんですけど、これだと34までしかできないんですよ。なのにサイクロイド実はね32っていうのがあるんですよ。なんでよね、これ不思議でしょね。サイクロイドになると32が作れちゃう。はい、そう、これがねすごいとこですよ。こちらね12足用も11足用もそうなんですけど、サイクロイドになると、32、ここ見えますでしょうか。32って書いてあるやつがあります。書いてあるだけじゃないですかね32です。実際数えてもらっても32で、はい、止めて数えてみてください。でこちらが34です。はい、こんな感じでね、こう当ててみるとこういう違いがあります。はいね、なんでって思うでしょ。これ実はね台になってる分ここ膨らまさなくていいからだと思うんですけど、そういう感じで一つっていうか32T をつけることができるんで、キャパシティがね増えるわけですけど、キャパシティ増えるとノーマルのままだとねタルンチェーンがねタルンボヨンボヨンボヨンになっちゃうんですよ。チェーンステーとかに当たっちゃったりとかするんで、もうそれではねとても走れないんで、こちらのねキャパシティブースターをつけると、しっかりピーンと張って、走れるようになります。だから単純にこいつ小さくしたいなと思って、キャパシティ上げたいなと思ったら、もうこちら使っていただく感じになります。この話は置いといて、はい、ここにねアルテグラのクランクあります。通常はこの 34T、ノーマルでもそうなんですけど、ここまでしかつかないんですよね。こいつの場合はここでまたちょっと説明しちゃいますけど、外付け、例えば外側の方がいいなという場合は外付けだけど、内側の方がいい。要はね、ヒルクライマーで軽い方のスプロケを使うようにセッティングされた方は内側につけて、で重い方をなるべく使うかなっていう方は外側につけてっていう、そういうことがね一応できます。僕は間違いなく、軽い方です。はい、軽い方を使いまくるんで、で軽い方をつけるときはこれね、実は裏表あって、何が違うかというと、ここボルトが埋まるようにちょっと穴が開いてるんですよ。これなんですけど、一応ね杉野のボルト、持ってきました。分かりやすいように紫色紫色どう？はまって見えないでしょ。ほらはまってる。こういう風にすっぽりはまるようになってるんですよ、綺麗に。そうするとね、空力とかも良さそうですよね。そういう感じになってます。これを反対向きにつけちゃうと入ってかないんで、こういう風に出っ張っちゃいますね。空力悪そうだよねでこれを外側につけるとき、内側につけるときは裏返しねするようになってます。で、裏返しても大丈夫なように杉野ってね
こうロゴがドラって書いてありますけど、裏返してもはいあります。手品じゃないですからねこれ。裏返してるように見せてここから戻すみたいなね。こう言ってこうなってたよね。そういう手品はない。でまあそういう風になってます。でもうこちら側になった場合もボルトの後ろにつける方のナットもこういう風に入ります。はいね、入りましたね。はい、ほらね、空力良さそうでしょ。まあただね、残念ながらここはねこのままこう掘ってないんで、こいつ自体はね、だからここはこうつけたらこうボコって出ちゃうんですけど、まあこれはね見なかったことにしてください。という感じです。はい、こちらの場合と、じゃあサイクロイドはどうやってつけるのよっていうことになりますけど、サイクロイドね、実は表側穴開いてないんですよ。ほら穴開いてないの、なんでよ。はい。で裏側はね少しこう掘ってあるんですよ。こちらほどではないですけど少し掘れてる。なんで裏側のところは、ちょっとだけ入るんですよね。微妙に入る。まあこの辺がねちょっと違うんですけど、で薄いんで軽いんです。だからこれ重さがね少し違います。はい。まあ32と34でまあ重さは絶対違うと思うんだけど、もうねこれね実は持った感じで全然違います。厚みも違うんだよね。うん。なんでじゃあまずちょっと重さ測る、先に測ろうか。重さの話が出たしね、重さの話が出ちゃったらね、測ってみたいアニマルランドまた言うかって感じでね。ちょっとね今ねこの机の上こういう状態になってます。この話しないといけないんでいっぱい置いちゃってるんで、ちょっと片付けるのめんどくさいからこの縁っこの方で測るね。ごめんね。もう絶対的に軽いんですけど、まずはこちら、もちろんこれもアルミなんで軽いです。 39.20g。 はい、これねちょっと自分の方向けとかなきゃいけない。39.20 で、こちらサイクロイドの方は 24.8。 はい。でこれ34になってもほとんど重さは変わらないと思います。すっごいこれもね薄く作られていて、12足用もやっぱりこれ薄いんでこれぐらいの重さになってると思います。はい、なんでこれ違うかというと、もちろんこちらヒルクライム向けに作られてます。サイクロイドの後ろにスーパーヒルクライムと書いてあるんです。おーね、これ本当にヒルクライム向けです。これはヒルクライムもうちょっと速く走りたいなとかね、もうちょっとヒルクライム楽しくしたいなっていう方はね是非つけてみたらいいんじゃないかと思います。はい、こちらは実はグラベルにも使っていただける。まあどちらかというとグラベルに使っていただきたいなっていうところがあります。はい。グラベル多分皆さん見たことあると思うんですけど、グラベルバイクってフロントがシングルでリアの枚数が多いとかね、多いっていうかでかい、リアがでかいのがついてる40ぐらいのやつとかね、もうそれ以上のやつがついてたりして、前はこれがついてるみたいな、こういうってかね、シングルがついてるね。で前は34とか小さいものがついてたりします。でまあ走り方によってはきっと大きいのもつけることあると思うんですよ。そういう感じでまあいろいろこれだけの種類があります。そうなんですよね。それでもちろんグラベルの場合はただただ山登るだけではないんで、アウト側につける場合もあるでしょうし、イン側につける場合もあると思います。だからこうアウトインね付け替えれるようになってます。でね、このシングルなんでもちろんこの刃が分厚い刃、薄い刃、分厚い刃、薄い刃っていう風になってます。なんでこんななってるかっていうのはもちろんチェーンが外れにくくなるということでこうなってます。で詳しい話はですねこの動画、こちらの動画でね説明しております。どうしてこんな形になっているのかね、ナローワイドって言いますけどナローワイドになっているか、それはこちらの動画見てください。これ裏表使えるんで、アルファサイド、ベータサイドっていう風に書かれています。アルファサイドが外側、ベータサイドが内側という感じで、使い分けていただければいいと思います。なかなか考えられてますよね。杉野のクランク持ってる方、もちろんねこのタイプと後ろにありますけどマイティのタイプねの
と OX のタイプね、こういう感じでねタイプが違うのがあるんですけど、はい、こちらもサイズが同じです。はい、同じだけあります。一番でかいのが48、どこ行った？あ、48 48で46でね、44、42、40で38、36がないんですよ。で34。なんで36がないのねえ、実はここについてます今年のね富士ヒルはこれで走りました。これ乗鞍もこれで走ります。実はですね、ここ38もあるんですけど、38ちょっと出しますね。もうむっちゃ使ってます。もうここ光ってるでしょね。もう使いまくってるんで光ってます。それでこれちょっと光ってるの後で説明します。あともう一つ34使ってます。むっちゃ使ってます実はこの38、36、34はヒルクライムにどれが合うかなと思って使ってるんですよ。で実はこの38をつけて富士ヒルの思想をしてます。で僕には合わない僕の足には合わないっていう結論で36に変えました。なんでか言うと、後ろ今36つけてるんですけど、1対1がね実際、本ちゃんの時に多分ね使ってはいないと思うんですけど、1対1があった方がいいなって思ったんですよ。この38で走った時に。38の時はね後ろが34をつけたのかな。そしたらちょっと重いなっていう、ケイデンス上げられないじゃんっていう局面が何回かあったんですよ。もちろんね富士ヒルきついとこと緩いとこっていうのが、きついって言ってもね8%ぐらいのとことか、緩いとねゼロに近いところもあるし、5% ぐらいとか 4% ぐらいのとこがたくさんあるんですけど、きつくなった時に38だとちょっともうちょっと軽いのがいいなと思ったんで、近所のアメツ沢峠はこちらの34をつけたり36をつけたりして走ってみました。34の時は後ろも34つけたんですよ。で36の時は後ろも36つけて走ったんですよ。でもちろんここで何を確かめたかったかというと、最高速の時にケイデンスどれぐらい回してどれぐらいの速度が出るかなんですよね。富士ヒルって実は、40キロぐらい出るところがあります。今回45キロぐらいまで出してるかなのという場所があります。本当に瞬間的には45キロぐらい出たりとかするんですけど、僕の場合はね、もちろんね速い人たちもっとすっげえスピードで走っていくんですけどそれぐらいの速度が出るところがあります。で34、11ではちょっとケイデンスきついかなみたいな、回しすぎかなっていう風になったんで36で調整しました。これでねいい感じです。でした僕はね。もちろんこれはね個人差があることなんで何とも言えないです。だから36の11で45キロまで出せるんで、僕の足の回り方だとそういう感じで走ってますね。面白いでしょ。はい、先ほどねある程度使い倒してるタイプ、富士山登ってるんで、富士山登るときは僕はこの子につけてるんですけど、この子はね外側につかないタイプなんで内側につけてるんですけど、このタイプってアウターを内側につけるタイプなんで、そのままつけるとすごい外に寄っちゃうんで間にスペーサーを入れてます。通常はここにアウターが直接つくんですけど、インナーはねもっと奥につくんですよ。これわかります？インナーのつく場所なんですけど、ここにあるんですよ。ここ見えますでしょうか？インナーがつく場所でアウターがつく場所で、74のタイプはここにつくんですけど、110のタイプはここにつくんですよ。でその時に、インナーをつけるためのスペーサーなんですね。110のアウター110のインナーをつける時に間につけるスペーサーなんですけど、それを僕はここにつけてます。でシングルをつけてます。なんでかいうとこっちアウト側に行き過ぎてるんで、後ろのねチェーンがロー側に移った時に
曲がりすぎてしまうんで、ちょっとこういう風に変えてるんですよ。チェーンの負担をなくすためにね。もちろんそれが抵抗になるはずなんで、少しでも抵抗を減らしたいんで向こうに寄せてます。でもって、その上で走っているわけですけど、むっちゃ光ってるでしょ。この光ってる、すっごい光ってるでしょ。これね、要はこうチェーンが普通はこういっているんですけど、もちろんヒルクライムだったんで、こういう風にチェーンがいってるケースが多いですよね。こっちに寄ってる。なんでこちら側がすっごい削れてるんですよ。こっちはね光ってないんですよ。光るほど削れてない。こっち側はね光るほど削れてる。もうこいつなんかもうピッカピカなの分かります？キラーンキラーンで、じゃあこいつの反対側、キラーンしないね、それぐらい違うでしょね。一個おきにキランキラン、これ細い方のやつがキランってなんだね。結構当たるんだろうね、細い方のやつが。というのはなぜかというと、細い方のやつがここがキラーンって光るっていうことは、そこの1個手前が太いやつなんですけど、太いやつでチェーンを、外れないように外側に持ってきてるはずなんですよね。にもかかわらず次のところがキラーンって光ってるってことは、やっぱりこいつがずりっと滑ってんだよね。ここでずるってここでするぐらいなってるってことですよ。もしくはこの下側でも滑ってる可能性はあるんですけど、それぐらいねギュッと寄せられるようになってるんですよね。だからもうこっちに引っ張られての、もう外に戻しながらね回ってるんだなっていうのがこのキラキラ具合で分かりますよね。仕事をしてくれてます。なので富士ヒル登っても普段のとこで走っても外れたことはまだ一度もないです。僕これ、ナローワイド、こういう感じでいい仕事をしてくれましたね。なんでシングルにして外れちゃうよって困ってる方はね、ぜひね使ってみたらいいんじゃないかと思います。まあこれがね僕が走ってみた感想です。でね、こちらのバイク、今こういう状態ですけど、どうしようかな。乗鞍の時はこっちアルテグラつけてみようかな。けどアルテグラにするとこれ170になっちゃうんだよね170になっちゃうからな。これ今165で慣れてるし、去年のね乗鞍走った時に170から165にしてタイム速くなってるんで、なんで170に戻すの嫌なのよと思ってます。なんか他にもいいのあったらなんか違うので走ってみるのも面白いかなとも思ってます。まあ何にもなければこのままこの通り OX2 で走る感じになると思います。もうこの構成はねもうかなり自分でも満足してるんで、結構ね速度を出せる構成なんで、このままロングライド行っても大丈夫なんですよ。で疲れないで走れる。だからいいんですよね。まあ僕の場合ロングライドって言っても絶対山走るんでそういうことになるんですけど、まあけど平坦でも全然いいと思いますね。そんな感じで、ついにね発売になりました。このチェーンリングね、ぜひURL 下につけておきますんで、ぜひチェックしてみてください。値段はいろいろなんですよ本当に。実際は定価自体は34から 40T までが、21,450円で、42から大きいやつ48まで 22,550円になってますね。ぜひねチェックしてみてください。もうねしばらくもうシングルだね。なんかね一応ねあっちのタイプね、マイティのタイプにああいう感じででかいのもつけてんだけど、どうしよっかなって感じです。そんな感じで、走っております。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画ね面白かったな、参考になったなって方はね、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのや
こんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。はい、はい、あともう少し、ゴールまでもう少し。